富田茂氏、別名トミー氏とハイドライド3の音楽の世界。本作では SSG も統一して PSG と記載します。詳細は概要欄記載の PSG を大いに語る動画をご覧ください。富田茂氏、別名トミー氏、ゲームメーカー T&E ソフトに所属していたゲーム音楽作曲家です。学生時代セミプロのミュージシャンになってしまったことがあり、高校時代にクラスメートに誘われてアマチュアバンドに参加したのがきっかけだった。進学校にもかかわらずバンドにのめり込み、一浪して大学進学、さらに四流という輝かしい経歴を作った。アルバイトとして T&E ソフトに入りプログラマーの仕事をしていたが、その後作曲の仕事も行うようになる。 T&E ソフトではトミーという名義を使用。レイドックシリーズや朝倉大輔氏と共作したディーバシリーズなどを担当。元はプログラマーなので作曲だけでなくサウンドドライバー作成なども行っている。富田茂氏は多くの作品を残した。今回取り上げるのは全て T&E ソフトです。いかんせん昔の話なので本人も記憶があやふやだそうで、確実に富田茂氏作のものだけ取り扱います。レイドック MSX 版 X1 版の演奏用ドライバプログラムと作曲、データ変換を担当しました。レイドックといえばアレンジ版だろう。ひろゆき氏が語る。何か好きなゲームの音楽ありますか？ハイドライドっていうゲームを作っている T&E ソフトっていうメーカーが昔あったんですけど、で T&E ソフトが10周年かなんかの時に作ったカセットテープっていうのがあって、それの曲僕結構好きなんですよ。なんかわちゃわちゃとした環境音の中からそのハイドライドの音が流れるやつとか、あとディーバだったかな、そこら辺のシューティングゲームの音とかもう割とちょっといろんなゲームの音が流れてるんですけど、そこのなんか構成も含めて割と好きなので、もし興味があったらその T&E ソフトレイドック2 MSX2 プラス版は FM パック内の MBIOS を利用して鳴らす作りだったが、 MBIOS は汎用性を考慮してちょっと冗長に作ってあって、ゲームのバックで動かすには重かったので MBIOS の呼び出しプログラムを横取りして、いわゆるフックし直し専用プログラムで鳴らしていた。遥かなるオーガスタ TCQ801 用 FM 音源モードの PSG3 音足す FM3 音のバージョンと内蔵ビープで2音バージョンの2種類のドライバーを作って、それぞれに合ったアレンジをしました。ちなみにマスターズの方は全てデキシーランドジャズが原曲となっています。ディーバ朝倉大輔氏の CD デビュー作は実はこのゲーム BGM 集であり、この CD には富田茂氏の曲も入っています。 PC88、FM77AV のテーマ曲と移動時の BGM がそれです。 X1 版のテーマは東芝 EMI のスタジオミュージシャンの丸山さんの原曲が短かったので、私が B メロをかぶせましたとのことです。他にアシュギーネ、パナソニック、MSX2 プラス用リレーテイストドライバー、 MSX2 用等の音楽も担当した記憶があるそうですが、はっきり覚えていないそうです。ハイドライド3はハイドライド2の続編でシリーズ完結編にあたります。副題はザ・スペースメモリーズ異次元の思い出、1987年11月21日発売です。現在 M2 所属の内藤時弘によるハイドライドシリーズの最終作です。ハイドライド2を基盤にグラフィックやサウンド面を大幅に強化し、これまで単純な会話や文章の表示に過ぎなかった物語も重厚なものになっています。攻撃もこれまでの体当たりから武器を振って行うものになりました。ゲームシステムには時間、食事、
睡眠、重量などさまざまな現実的なシステムが取り入れられました。ちなみに3の表記はローマ数字ではなくアラビア数字です。3にならなかった理由は2を制作した際3は作らないと語っていたことによるとされています。以下この界隈では著名な牛しゃぶ氏による解説です。本作は T&E ソフト初のサウンドボード2対応作品であり、ステレオのパン機能を使用しているだけで増加したチャンネルは一切使用しておらず、ノーマル音源と同じく FM 音源3音足す PSG 音源3音で奏でられています。画期的だったのはエース、リズムのタム、LFO による深いビブラートをかけたメロディとして PSG 音源を中心に用いていることです。その意外性と独創性は今聞いても色あせません。 PSG 音源はどうしてもチープさ、ゲームっぽさを象徴する音になってしまいますが、あえてそれに挑戦しているようにさえ感じます。 PSG 音源をメインに用いると大きな利点があります。PSG 音源のみを搭載した MSX、MSX2 も同じイメージで聴けることです。むしろ PC88 番はプラスアルファの純粋なアレンジ版と捉えていいのではないだろうか。富田茂氏によると参考にした音楽が結構あるとのことです。しかし参考にされた曲を聴いても似ているという印象は一切ない。またシーンに応じたイメージぴったりの曲に仕上がっている。そしてゲームプレイ中に流れる曲は全て1分以内に収まっているのだから驚きだ。何度も繰り返し聴いても全く飽きることなく、逆に奥の深さを思い知らされる、そんな曲が目白押しです。ハイドライド3の音楽の最大の魅力は曲の素晴らしさにあります。比較されることが多いイースシリーズ、これはオリジナルが YM2203 のために作られた音楽であり、あらゆる移植が最後までオリジナルを超えることができなかった。ハイドライド3は3つの要素を持つ。まず単純に曲が素晴らしい。全曲一人が作れば普通の曲と素晴らしい曲があるが、本作は全てが完璧である。2つ目に PSG 音源を中心に用いることで移植の際も劣化移植感がなかった。最後に同年代のゲームと比較し、とにかく全ての曲が明るくポップに仕上げられている。そしてゲームに合っている。これによりハイドライド3はアレンジアルバムをベースとしたメガドライブ版、 MSX 等の PSG 音源への移植、ファミコン音源への移植、全ての移植作を聴いてもハイドライド3であり、美しい旋律を奏でる、違和感がない移植作。このケースは極めて稀であり、他機種のサウンドを意識することなくハイドライド3の世界に没入できるのだ。最後に牛しゃぶ氏の名言を紹介する。同時期に出たイースとは異なり主人公の影が薄いハイドライド3。理由はあくまで修道僧に命じられた天変地異の原因究明に徹し、人々の生活に干渉することなく影で調査し続けるいわゆる裏方だったからだろう。ヒロインも存在せず、救いを求める人々を助けるとかヒーロー的な部分が一切ないのだ。水の城にいる王でさえ天変地異を気にもしておらず暇を持て余している兵はボケっぷりだ。そして妖精の最後の一言、言ったでしょ、不思議が当然フェアリーランドってね。この言葉にハイドライドの完結編として全てのオチをつけてくれたと思うのだ。ハイドライド3発売後、1990年頃のルーンワースを最後に富田茂氏はゲーム業界から離れる。朝倉大輔氏とは違う形でご自身のやりたいことを貫いていると信じている。富田茂氏の残した作品群は日本中の当時少年少女だった僕たちの心に生き続けるのだ。